皆さん、ハロー、マサトです。久美子です。今回もカナダの世界遺産カナディアンロッキーからお届けしてまいります。私たちが今いるのは IGA というスーパーマーケットです。バンフにこういう一般的なスーパー2つあるんですけど、今日はそのうちの1つ IGA というスーパーを紹介していきます。カナダでしか売ってないものとか、日本との比較とか、あとは意外とお土産こういうところにいっぱいあるんで、そういった様子をお届けしていければと思います。それではレッツゴー。さてでは向かっていく前に、まず一つこの大きい椅子がここのフォトスポットになってるよね。そうこういうので写真撮ったりする人も結構います。でここのスーパーはダウンタウンからもう歩いてほんと数分よね。結構ど真ん中にあるのでおすすめです。で入ったらすぐこんなお惣菜があるよね。どういうものが売ってある？サンドイッチじゃない、あとはチーズとか簡単なスナック、ちょっと日本みたいな卵のやつ、卵サンとか、ちょっとこう観光するときにランチ代わりになるようなものが、売ってあります。で入ってすぐは生鮮食品って言えばいいの？野菜やね。フルーツ、果物コーナー、これ全部量り売り。そうこうやって例えばこのリンゴ3ドルぐらいって書いてあるんですけど、よく見ると、1キロあたりの値段です。重さで値段が決まるのも多分日本との違いかな。あとはよく見んと結構腐っとったりするんで。そうやね、そう腐ってるやつもあるんで、買うときにはしっかり品定めをしましょう。今日は何を買うの？朝食べるフルーツとか。今日はブルーベリー。今見てるのはブルーベリー。いくらぐらいする？それで3ドル。これは箱売りやね。1個で3ドルという値段です。隣にはこれ何？ラズベリー。ラズベリーも売ってあって、これはなんか北米っぽいよね、こういうのが売ってあるのは。続いてサラダコーナー、野菜です。上にサラダって、こういうのは日本と一緒かな。コーナーごとに名前が書いてあって、何買おうか。こういうカット野菜も売ってあるから、こういうのは割とお手頃って言っても、これ1個4ドルもするんですけど、野菜はやっぱり都会のカルガリーに比べると若干高いかな。バンフは山の中なんでしょうがないですけど。でそのサラダの袋コーナーの隣にはこうフレッシュ野菜。そうフレッシュというか、その野菜そのまんま、みたいなのが売ってあります。そうだね、意外とこういう日本で売ってるような万能ネギみたいなやつもあれば、これかな、ケールとかはあんまりないよね。セロリとかケールとか、あとこれ大きいネギ、これ、あとはベビーキャベツ、ちっちゃいこういうキャベツとかも売ってあります。だからこの辺は全部量り売りです。ココナッツとかなんか海外っぽくない？あとパパイヤも売っとるよ。パパイヤっていうのあるの？あとパイナップルもこのまま売られてて、これ結局どうするんですかみたいなやつ。パッションフルーツ、何気に初めて見たかも売られとる。パッションフルーツ、サワーななんか黄色いやつ、切ったら中が黄色いやつね。こういう陳列もなんか海外っぽいかな。でここのスーパー IGA なんですけど、バンフの中には2つあるよね。この IGA っていうのとメスターズっていう、それもチェーン店の2つ、有名なスーパーがあって、どっちかっていうとこの IGA の方がおすすめです。で、広さ自体はそんなに、ちょっとこっちの方が大きいかなって感じですけど、店内がまず明るい、こっちの方が。確かに。あと物も多い、シンプルにでかいから。そうで物もいいです。売ってるものが鮮度が高いので、バンフに限っては正直ネスターズっていうところよりは IGA の方がおすすめだね。せっかく来るならおすすめです。でここは冷凍でなんかケーキとかホールケーキとかドーナツとかも冷凍で売ってある。意外とこういうケーキがカナダでもあるんよね。でそんな高くないよね。これとかもチョコレートケーキ10ドル10ドルか。上は10ドルで下のちょっと凝ったやつは20ドルぐらい、でこういう
ドーナツ。そう、ドーナツとかも売ってあるんで。あ、見て、ジャパニーズスタイルチーズケーキって。あ、本当だ。なんかね、最近日本の食品もこういうとこ充実し始めてます。でちょっと奥に進んでいって、ここはお肉コーナー。お肉コーナーです。こういう感じで、やっぱお肉は充実しとるよね。そう、その代わりこれお肉コーナーですけど、魚がこっちにあって魚コーナーこれしかないんですよ。でほぼサーモンだね。そうだね。サーモンとよくわかんない白身の魚が売ってあるので、まあ魚はやっぱり山の中なんであんま期待しない方がいいと思います。鮮度は最悪って感じ。でここがひき肉、ミンチコーナー、豚とか牛があったりで、奥に行くともうステーキです。塊肉が売ってあって、この辺かな、これこういう風に塊で売ってあるのが一般的。まあどれもだいたいこれとかこのサイズで1キロぐらいの大きさで4000円ぐらいかな、です。でサーロインとリブがだいたい売ってあるよね。まあ柔らかいお肉としては、だけど買うならリブの方がおすすめ。美味しいと思います。でお肉コーナーなんですけど、さっきはビーフを見せました。ここの辺は豚肉コーナーで、豚がカナダ安いんですよ。これ 300g ぐらい入ってこれ200円やね。200、まあ、300円ぐらい。豚がカナダは安いです。で隣が鶏肉。そう、鶏肉コーナーで鶏ガラがあったり、まあ、こういう丸々な鶏も売ってあったり、まあ、日本で見る手羽元っていうのはこういうの、こういうやつなんかも売ってあります。だからお肉には困らんよね。まあね、やっぱ北米だけあってお肉は充実してます。でその隣にはさらにお肉コーナーがあって、左側はソーセージ。これが美味しいんやろ。ジョンソンミル、まあ日本でも有名なブランドじゃない。そうなのまあこういうソーセージがあったり、隣はベーコンもカナダっぽくメープル味とかあるよね。メープルフレーバー。これメープルフレーバーのベーコンがあったりするんですけど、こっちのベーコンってこれ見たら分かるね、ほぼ油なんですね。カリカリにするのを前提にしてるみたいな、だから日本で想像するベーコンとはちょっと違うぐらい。まあでもカリカリにしたら美味しい。でこの IGA のポイントはこうやってさっきは値札がいっぱい貼ってありますけど、この黄色いやつがまあ、いつもより安くなってますよっていう感じです。普通だとこういう白いやつがあったり、こういう白と黄色のミックスはまた特にまあ安いですよっていうような感じなので、こういう値札の色でなんかお得度を判断してもいいかもしれません。で朝食とかだとパンを食べる方もいると思います。ここパンコーナーです。ベーグルとかホットドッグのパンやったり、あとは食パン、ベーグル、こういろんな種類があるよね。そうでここね、ベーグル一覧でどういうのがある？例えばレーズン味とか、あと全粒粉、まあ白いプレーンのベーグルとか、ごまがついたベーグルとかがあります。でじゃあ食パン、日本でいう日本の食パンみたいなやつはないよね。まあ薄いね、ここは。そうでもまあ食パンっぽいやつを探すんならこういうところ、ちなみにこのブランドが割と一般的というか、この大きさ、もう切ってある、ね、そうすごく小さくサンドイッチ用だよね。だから、こういうのがまあ大体$4ぐらいで売ってあるんですけど、私たち2人だと食べきれないんで、大体半分ぐらい食べて冷凍してると。冷凍してこうまたちょっと気が向いた時に食べる。そうさあでは北米といえばあるあるで、ここは牛乳コーナー。牛乳コーナー。牛乳もガロンって言って4リットル入ってたり、これは2リットルの紙パック。そうだね。この4リットルはね、さすがに2人だと飲めないんで、いつもはこの2リットルを買ってます。でたまにシリアルとか食べる時に、ね、そうだね。で色がこうやって何色かあるんですけど、違いはミルクの脂肪分の濃さ。そう、これは脂肪分がだから0、1%、1、2と、3まであるけどね。
3まであるんや。まあ、で普段私たちが買ってるのは2ですこのね。ピンクの2を買ってます。あとはまあアーモンドミルクとかオーツミルクとか、まあ牛乳じゃないものとかいうのも品揃えはあります。こうカナダはアレルギーの人が多いんで、ここは牛乳の替えになるようなアーモンドミルクとかが売ってあるという感じ。まあ、これ牛乳コーナーだけでもこれぐらいの広さがあります。面白いのがなんかチョコレート牛乳みたいなのもある。あ、そうね、味付きのチョコレート牛乳なんかもあります。どれかな、こういう、まあ、見たらすぐ分かるけどね、これ色が明らかにチョコだねっていう。激甘そう。これ激甘です。こういうのもあります。で私たちがいつも買ってる卵はフリーランってやつかな。どういう意味？平飼いと思うんやけどね。まあ、ケージで飼われてない鶏の卵ですよみたいなやつを買うんですけど、まあ、ちょっと種類が多いんでこの辺は勉強しながらで、まあ、ちゃんと卵が割れてないかをチェックします。そうそうそう。カナダの場合こういう卵日本と違って普通に割れてることがあるんで、買うときは必ずチェック、そう開けてね、中身割れてないかチェックして買いましょう。じゃあ今、生鮮食品が終わったから今から加工品のコーナーに入っていきますけど、バンフは、世界中から観光客も来るし、住んでる人も私たちも日本からですけど、世界中から住んでますっていうこともあって、結構インターナショナルコーナーっていう、まあなんかそういういろんな世界のご飯を食品を集めてるコーナーが大体スーパーどこにでもあって、ここの IGA にもあります。そうで、まあインターナショナルっていうか、まあほぼアジアだよね。アジア向けの食品がいろいろ売ってあったりします。ちょっとカメラ回しますけど、まあこの辺はなんかエスニックなこうタイとかのソースがあって、そうだね、なんかタイ料理に使うやつ、あとはこう中華系のアジア、それこそ日本の醤油だったりポン酢とか、ここにはねポン酢がなんとキッコーマンのポン酢があったり、あとはマヨネーズか、キューピーマヨネーズも1000円以上で売ってます。これレギュラーサイズだよね、これ、がまあ1000円ぐらいで、こっちのマヨネーズって酸味がないから、これとは全然違うんですね。だからお店とかでこのマヨネーズ使ってたらキューピーマヨネーズってわざわざ書くよね。あとジャパニーズマヨとかね。そうそう、まあそんな感じで、こういうカップラーメンもあるじゃん。味噌ラーメン、韓国のラーメンであったりとか、ジンラーメンってやつね。美味しいよね。これはブルダ韓国の辛いラーメンとかがあったり、まあそれのカップ麺バージョンもあるし、反対側行くとこっちにもカップラーメンがあります。そうね。この辺日本でも見たことあるんですよね。辛ラーメンはね、日本でも、日本の辛ラーメン、これが2ドルぐらい、200円ぐらいなんで、まあめっちゃ高いわけじゃないよね。そう、札幌一番もこれがいくら？まあ3ドルぐらい、300円ぐらい、なんかカップラーメンとかここにもあるね。袋麺もあります。袋麺になると札幌一番、これが200円ぐらいだから、まあ、ちょっと高いか日本より、けどめちゃくちゃ高いわけではないです。まあ、こういうコーナーもあります。あとはまあ個人的に海外っぽいなっていうのはこのスープの量の品揃え、缶詰のスープのキャンベルっていう有名なブランドから見たことないやつのブランドとか結構いっぱいあって、お米が入ってたりパスタが入ってたりするのもあれば、なんか普通にほんとスープだけ野菜がちょっと入ってるなっていうのもいっぱいあって、ほんと品揃えが豊富よね。まあ、例えばベジタブルのこういう缶とか、まあ朝食にいいよね。こういうのが1個3ドルぐらいなんで、まあ外で食べるよりは安いというのもあるし、ちょっとこう隣のスープコーナーとかに行くと、そうこのサイズで2人分ぐらいかな、ちょうどね、でこれが1個4ドルぐらいで売ってあったりするんで、まあ、ちょっとこう食費を節約したい時とかは、こういう缶を試してみてもいいと思います。さあではここは冷凍食品コーナーです。まあ、カナダのちょっといいなって思うのは冷凍ピザが美味しい。冷凍ピザ美味しいよね。美味しい。でよく買うのはこの辺、ちょっと見せてみて、このデラックスっていう、そうこのね、このブランドのこういうのが美味しいんですよ。まあ、デラックスっていうのもあれば、まあ、ハワイアンとか、肉だけのやつとか、まあ、そういうのがあって、まあ、これが8ドルぐらいするんですけど、
セールになっとるとね5ドルぐらいで買えたりするんで、この冷凍ピザおすすめ、で特にこのそうね、カナダは土地が広いんで冷凍食品も充実してます。この冷凍野菜のやつとかも結構スープとか作るときに結構役立つよね。野菜ないわと思ってもスープとかだけでもささって作れるし。そうそう、なんか日本でもね野菜が高騰したっていう話は聞いてるんですけど、まあこういう風に冷凍の野菜が充実してるのはありがたいよね。じゃあついでに、まあ、冷凍食品来たんで、カナダのこのアイスクリームを紹介していきましょう。ここからアイスクリームコーナーです。結構大きいよね。そうそう、大きいというか、で結構これいいよね。このシリーズ割とおすすめじゃない？美味しいよね。4個ぐらい入ってこれぐらいの、600円ぐらい、だから1本150円ぐらいで食べれるのがあったり、お隣にはこのでかいサイズのアイスクリームがこうすくって食べるやつ。そうやね、バカでかいなんじゃん。ちょっとこれあげて、こういうバケツサイズの、これ何リットル？4リットルって書いてあります。4リットルだから4キロだね、4キロのやつがあったり、まあこれ、それは2リットルぐらいじゃないかな。このシリーズ美味しいです。チャップマンってやつ、どういう味がある？バニラと、あとなんかピスタチオ味もあるし、チョコレート、あとなんかチョコのこの塊が入ったやつとかもあって、いろいろある。キャラメルとか。でこの下にも面白いのあるね。キットカット味とかもあったりして、まあ想像つくよね、キットカット味。まあね、オレオ味とかもよくあるもんね。で、まあ、こういう大きいやつでおすすめ、私たちがよく食べてるのはこれだね。日本のパナップみたいな。これそう、完全にパナップ、ブルーベリーだね。ブルーベリーとヨーグルトの味。美味しいよね。でかいです。これ美味しいんでおすすめ。このオレオも一緒にクッキー&クリーム。で日本にないのがこの辺じゃない？あるやん。あるの？まあこの上の方はないんだ。そう、ハーゲンダッツコーナーっていうのはかなり充実してるんですよ。まあいろんな種類があって、これちょっと小さいよね。これが800円ぐらいで売ってあります。でこれもそうたまにセールになるんで、600円ぐらいの時にたまに買ってます。さあでは続いてお菓子コーナーにやってきました。ここからは日本から観光に来てもお土産として買えるコーナーになってくるんで、まあ、そういうのもおすすめのやつとかもちょっと紹介していきます。このなんかオレオはもちろんいっぱい種類があるんですけど、最近出たのがこれメープルクリーム味、なんかカナダっぽいフレーバーが出てるんで、これもお土産におすすめ。でもこれは小分けじゃないんで、開けたら全部一緒になってるからばらまきではないですね。ちなみにここ見えてるこの辺全部オレオです。まあ普通のオレオがどれだ？逆に普通のがこれか。こういう感じで普通のオレオもあるし、これなんか面白いね。中のクリーム2倍ダブルっていうやつもあれば、薄いやつ。そう、この何が薄いの？オレオが薄い。全体的に薄いやつがあったりで、味も豊富です。はい。ペパーミント味があったり、あとは、チョコレート、これそれ違うオレオじゃない。これオレオじゃないわ。まあなんかいろいろこういうオレオの白いオレオもあったりするんで、まあ日本の方が馴染みがある分いいよね。まああとはこのアホイっていう、まあ北米のなんていうんだ、人に人気なお菓子、チョコチップクッキーだね。これだとばらまき用のこのパックがあるんで、それは結構おすすめかなって思います。6パックに入ってる、こんなのもお土産にはおすすめで、カナダで多くの人が欲しいと思っているのはやっぱりメープルクッキー、当然ここにも売ってあります。ここに何個もあるね。そうそう、この辺やっぱお土産観光客来るからね、このお店は充実してて、まあ、こういうやつとかもあるよね、でこれとかもあるんで、まあ、これかな、まあ割といいのはそうなんじゃない。でまあ早い話、このカナダのなんかメープルが入ってればロゴとして、まあ、ぶっちゃけ、どれも一緒です。なのでこういうところで、買うのがいいよね。そう、お土産買うのがいいと思います。
まあ余談なんですけど、このレイズって言って北米で人気なポテトチップスの種類があって、その中でもケチャップ味っていうのはカナダ限定らしくっておすすめです、お土産に。まあ味はぶっちゃけ賛否両論あるんですけど、カナダにしかないからネタとしてね、いいよね。でこのレイズいっぱいあるよね。フレーバーね。普通のやつ、まあなんかソルトが塩が薄めとか、バーベキュー味ドレッシング味とか、ソルト&ビネガーって、まあこっちらしい味。これね、まああるし、まあ面白いのはこのケチャップの隣にあるこの紫のやつ、オールドレス。そう、こう書いてあります。まあ全部の味かけましたみたいなやつもあるので、でも結構うまいよね。そう、なんかまあこの2つかな、ケチャップと全部かけましたってやつがチップスだとおすすめです。あとはなんかカナダとか北米でいうなんか結構オットット、日本でいうオットットみたいなお菓子も結構人気で、これだと全部1個に入ってるんですけど、なんていうやつ？わからん。ゴールドフィッシュっていうスナックなんですけど、これだとばらまきで6個ずつ小分けで入ってるのが売ってるんで、こういうのもお土産には渡しやすいんじゃないかなと思います。このカラフルなやつ面白いよね。色がついてないの？魚に。で大体全部チーズ味やったと思う。まあ、こういうのがあったりで、その隣にはもっと小分けになるようなチョコとかグミとかがあるコーナーがあります。ここ見るだけでも面白いよね。でおすすめなんかある？これはコーヒークリスプって言ってカナダにしかないチョコのお菓子。そう、まあ形はねいろいろあるよね。小分けになったりこういう袋になったりで、まあ探す特徴はまず黄色っていうのと、だいたいキットカットの隣にあります。まあこの辺に、ね、この辺にはちょっと長いなんていうバータイプのコーヒークリスプ、こういうやつ、これカナダでしか売ってないんで、まあ、せっかく来たんなら買ってみてもいいと思います。どういう味かな？まあ、ウエハースが中に入っとって、コーヒーもそんな強くないチョココーヒーみたいな味。キットカットのコーヒーバージョンでしょ。みたいな味です。でその手前に行くとグミ、大量のグミコーナーがあります。まあ、この辺は来てみて面白いのを選んでみたらいいと思います。まあ、自分用のお土産でもいいよね。こういう感じでやっぱりお菓子、ここ全部お菓子ですね。はい、ゴーゴー。あとおすすめのお土産はこのティム・ホートンって言ってカナダのコーヒーショップのコーヒーがこうやって瓶で売ってるんで、コーヒー好きな人とか、まあ、自分がティム・ホートンのコーヒー飲んで美味しいなと思う人は持って帰ってもいいんじゃないでしょうか。私は結構お土産に持って帰るけど。何？コーヒー、インスタントコーヒー。インスタントコーヒーよね。こういう風に売ってあったりして、隣にはまあ豆があったり、ドリップ用のやつもあります。こういう感じ。デカフェとか、まああとデカフェって何？デカフェはまあ日本語でもみんな言うから分かると思うけど、こうカフェインがないやつがあったり、まあお店によってはあれじゃない？これ今ここは普通のやつしか置いてませんけど、なんだっけ、メープル風味のやつがあったりします。まあ大体1000円ぐらいですね。こういうのもおすすめ。ね、俺いつも買って帰るよね。なんか小分けのもあったりするんやけど、ここにはちょっと置いてないんですけど、まあコーヒー好きな人はいいかもしれません。あとカナダだと結構紅茶もいっぱい種類が豊富で、コーヒーと同じぐらいで、まあコーヒー飲めないよって人にもちょっとカナダっぽいお土産として、味はまあよくわからんけど、こういうばらまきのティム・ホートンのカフェチェーンのコーヒーチェーンの紅茶とかもあるからおすすめです。私たちいつも飲んでるのこれです。このなんかいろんなフレーバーが入ってるんで、これお土産にいいんじゃない？一つの味じゃないから。でもこれまあちょっとこう中開けてみたら分かるんですけど、すごい特殊な入れ方がされてるんで、ちょっとばらまきにはちょっとこれはでも向いてないな。はい、ではここシリアルコーナーにやってきました。このシリアルもまあお土産というか北米では朝食として一般的なんで、日本にも売ってあるブランドあるよね、何個か、あるんですけど、まあ、お土産に結構おすすめなのもあります。でこういう、まあ、今見えてる範囲は全部箱、全部大きいんで、まあ、お土産には向いてないよね。
うん、まあでも自分のお土産にはいいんじゃない？まあね。でお土産に向いているやつもあったりして、まあ、いつも紹介してるのはこれアソートっていうのかな、これが、まあ、何個もこれは日本でもおなじみやけど、まあそのこれだから8個入ってるのかな、うん4種類が2つずつ入ってて、これがお土産におすすめです。で毎度カナダのスーパーに来たらおすすめなのが歯磨き粉です。なんか日本よりホワイトニングの成分が多いみたいで、私たち使っているのはこのクレストっていうブランドのホワイトニング成分が入ってるやつです。で大体2種類有名なブランドがあって、これかな、これももう一つ有名なブランドで、ホワイトニング入ってるやつがあるんで、まあ、ちょっとこうそういうのに興味がある、特に女性に評判なんですけど、こういうデンタルケアのコーナーもスーパーに来た時には行ってみるといいかもしれませんね。ここいつもどれ使っとる？いつもこのシリーズこれかなね。このクレストってやつは私たちも使ってるんで、体に害はないので安心して使ってください。さあでは今日のスーパーの紹介、だいたい終わりました。で、私たちも今日はこんな感じのものを、買います。どうかな、これでまあ多分3000円いかないぐらいだと思います。じゃあ会計していきましょう。いきます。さあでは買い物が終わりまして、今日の会計がやっぱ3000円ぐらいやった。ね、でここ IGA ですが、いいね、景色綺麗じゃん。今日はね。まあ、こういう感じでダウンタウンから近いところスーパーおすすめです。はい、というわけで今日は、カナダのスーパーを紹介していきました。この IGA っていうのは、バンフの中のスーパーとしては一番私たちがおすすめです。普段私たちも買い物で利用しているスーパーマーケットということで、どうでしたでしょうか。どうやった？まあ私たちはいつも通りの買い物なんですけど、少しでも参考になればね、いいかなと思います。お土産の買うなんか案になればいいなと思います。まあ、カナダで外食毎日していると結構やっぱお金がかさむんで、ちょっとこう今日はいいかなっていう時にもこういうスーパー利用してみてください。皆さんの旅行の参考になれば嬉しいなと思います。で、このチャンネルではカナダの世界遺産カナディアンロッキーからためになる情報とか楽しい情報、発信していってます。これからもどんどん発信していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまた次の絶景の場所でお会いしましょう。バイバーイ。